これは何ですか？嘘でしょって思うかもしれないですけど、ちゃんとこれで集合でリンクしてるんでこれもあるリール動画があるからみんな、身長低い男子でも乗れると。もうやろう。指導してまた今日はウエイツが一人でみんなをご紹介していきます。よろしくお願いします。いないです。パームさん、あれ持ってきました？お、さすが。はじめまして。はじめまして。パームさん、普段何されてるんですか？僕は、深大寺では検品を主にやって、週末はお互いにあるタンデム電動自転車とキッズバイクの販売と、やってます。じゃあ自転車をはい、紹介させてください。はい、これは何ですか？これはリベンデルのロードウノです。僕も最近お気に入りのやつですね。そうですね、上さんも乗ってますね。いいな。なんかここお気に入りなんだよねとか、ここ最近カスタムしましたみたいなのあったりします？最近、シングルにして、はい、なんか前に変速つけたりとかしてたんですけど、シングルにして前カゴオルドのつけて、本当にママチャリっぽくしましたね。これが最近やったカスタム。はい。俺が使いたかったタイヤだ。そう、ブルース・ゴードンからこっちに変えました。いいですね。意外とこの650の42でブロックタイヤって少ないから。そうなんですよね。なんかそこちょっとそうスリックじゃなくてちょっとこういうのにしたくて。いいな。あとこのバスケットいいですね。似合う。1352でしょ。1352ですね。すごい。パトリックにあげなきゃよかったな。もうバックそのままボーンなんでめちゃくちゃいいです、ね。これ主な用途は通勤ですか？通勤ですね。はい。どれぐらいの距離走ってる？確かに。5、6キロですね、多分。はい。時間にすると20分、25分ぐらいですね。じゃあもうシングルで十分みたいな。シングルでもう全然十分ですね。めちゃくちゃギア軽くしてるんで、2.3 とかぐらいですかね。2で3、だいぶ軽いです。だいぶ軽いです。ママチャリと同じギアにしてます。ママチャリって 2.3 2.3 ぐらい。くそ知らなかった。ママチャリと同じぐらいそうなんだ、俺もやってみよう。してます。はい。それいいね。ね、もうママチャリと一緒の感覚だから。それいいな。シティバイクの多分一番最適ギア比かなと思って。そうか、確かに。すぐ変えよう。じゃあ最後、一番気に入ってるポイントで。一番気に入ってるポイントか。そうですね。ちょっとファミリーマンの谷さんの真似して、はい、アルミのカカラーニップルで組んだんですよ。なるほど。それが気に入ってるっていうか、そうですね。とか、あとは俺なんかこういう小技好きですけどね。これウォルドの2つついてるやつあるじゃないですか。これ両方上を使ってて。お、本当だ。なるほど。2セット買って上と上にしてるんですよ。何の意味もないんですけど。何の意味もない。ちょっといいな。なんかこっちに穴、ナット用の穴とクイック用の穴が多分本来開いてるんですけど、なんか穴1個余るの嫌だなと思って両方上につけるやつをつけてます。何の意味もないです。なんでって気がするけどシンメトリーになるかなっていう。何の意味もないです。なるほど。でもそういうのがかっこいいですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたは誰ですか？はい、深大寺で勤務させていただいている南って言います。はい。よろしくお願いします。お願いします。普段は何をしてもらってるんでしょうか？普段は主に検品をやらさせていただいて、週に2回車内デリバリーって言ってハイエースで各店巡って荷物をお届けしたりさせていただいてます。じゃあ皆さんもしね店頭でデリバリーの時見かけたら、はい、なんかちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。この自転車は何ですか？この自転車はバイクフライデーのオールパッカっていう自転車です。はい。これもうじゃあオーダー？これオーダーです。名前入ってる？名前入ってます、もちろん。バイクフライデーの動画でも根本くんのオーダーを参考にするっていうのを1本作ってるんです。そうですね。よかったらそれも見てください。
見てください。これ373で南ってことか。そうです。ああ、ちょっといいね。西井君と近い発想。せんちゃんと同じ系統の名前のああ、付けそっか。なるほど。方で、オールパッカー。はい。これ気に入ってるポイントとかありますか？気に入ってるポイントはフランク周りとかドライブ周りは結構ちょっとこだわったかなって感じですかね。20インチなんで、この最近出たキューズの20インチ専用のコンポつけたりとか、フランクはちょっとミドルバーンっていう結構軽くて剛性もあるものを使ったり、チェーンリングもちょっとストリーズランドっていうブランドのものを使ったりして、ちょっとこの辺多分一番こだわったんじゃないかなっていうポインキューズはトですね。あれディレイラー当たんない？そうです。地面とのこの干渉をできるだけ防ぐっていう意味でも結構このプーリーが上に来てるんですけど、ショーケー車でもこの脇に当たらないようにちょっと多少工夫されてるところもポイントですね。じゃあこのインナーのキャップだけ後であ、はい、すいません、今日ボロボロで申し訳ないんですけど。根本君はもともとさトリックとか、はいそういうの好きやのになんでバイクフライデーを買ったの？結構折りたたみ自転車実は結構好きだったりして、もう一本ショーケー車14インチのショーケー車持ってるんですけど、そうブロンプトンも実は結構入社したての頃欲しかったんですけど、でバイクフライデーっていうこのブランド取り扱い始めるっていうタイミングもあって、でタイミングでちょっと買わせていただいたっていう。どうやっぱり輪行しやすい？輪行はまあぼちぼちっていう感じなんですけど、やっぱでも走行性能とかはやっぱブロンプトンより柔らかいし結構やっぱカスタムもできるっていうのは結構一番ポイント高いんじゃないかなと思います。毎日輪行してる？毎日輪行してます。マジ？毎日1時間ぐらいの通勤なんですけど、電車でそれを、自転車ちゃんと折りたたんで袋に包んで1時間輪行して、でここから駅までの距離もちょっと長いんで2キロぐらいあるんで、駅降りたら組み立てて乗ってくるっていうのをやってます。結構すごい通勤してるね。すごいね。さすがにその1時間チャリは無理だからってことよね。そうです。毎日週末みたいなことしてる。毎日そうですね。週末どこにも行く気なくなりそうやね。週5で嘘でしょって思うかもしれないですけど、ちゃんとこれで週5で輪行してるんで。じゃあちょっと一瞬で畳んで一瞬でいきますよ。畳んでみてよ。毎日やってる訓練の成果を。前輪を外さないと、バイクフライデーは袋に入る。もう説明しながらできる。クリントよりうまいんじゃない？クリント君より実践のすげえ。でタイヤもそのバンドってそれ止められる。そうじゃあつけっぱなしなんや。すごこれ。ただタイヤ太いとちょっと結構このベリベリの止まる位置が結構ギリギリなんですよ。なんで調整してもいいかもね今後。俺作ってもらおうよ。早っ。ちゃんとこれ入れて。クリント見てる。この速さでいける。これだよ。本当に使ってる人は。早っ。すごい。バックもすぐ出せるようにやってるんですよね。めっちゃすごいじゃん。これはあれやんね、ブロンプトン用のそうです。フェアウェザーはブロンプトン用のフェアウェザーですけど、ちょうど入るという。バイクフライデーもしっかり入るようになってたという。すげえスムーズ。ね。呼吸するように。マジ？いい顔してるな。すごいな。さすが毎日。引っ越そうとは思わんねや。いやもちろん考えてます。大変なんで。根本的な。それが一番の解決だ。一番の解決だと思うんですけど。すごいですね。ちゃんと入るじゃん。ちゃんと入るんです。よかったが声かけて。この感じですね。これでこうやってすごいいいね。ちょっと欲しくなったわ。ちょっと欲しくなってました。ブロンプトンよりなんかね、本当に大変かなって勝手に思ってたけど、そんなことねえかも。そんなことはないですね。おしゃべりしながらできるんで。すげえ、さすが。前輪だけ外せば、あとは結構簡単だったりするんで。
まあね、そのブロンプトンはバラさないっていうメリットがあるからね、まあ確かにそうですね。畳むだけっていう動作はあるけど、まあこれねちょっと自転車慣れてる方だったら、まあその分カスタムできたり走りは良かったりやもんね。重さも多分そんなにブロンプトンと本当？多分変わるんです。6速のブロンプトンと結構これもどっこいどっこい。まあでもだと思うんでタイヤもこんだけ太いもんね、うんそれはちょっと仕方ないとしても、ちょっと工夫して軽く組むだけでも結構楽になると思うんで。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ面白かった。マイク変わったこれ？マイクちっちゃくなったですよね。あれこんなだったっけと思って進化。してるわ。ゆうちゃんお久しぶりです。お久しぶりです。おはようございますお。はようございます。ゆうちゃんです。ゆえです。グローバルチームで倉庫で働いてます。はい。じゃあ自転車の紹介をさせていただきたいんですけれども、はいこの自転車は何でしょうか？フェアウェザーのタイ金子さん金子さんのフレームです。金子さん自転車いはい。いね。こんな色ありましたっけ？これはクックで今野さんにペイントしてもらった特別仕様。めっちゃいい色。はい。クラストのウォンバットうん。の赤黄みたいなのあったじゃないですか。昔最初のやつそれが欲しかったんですけど、でその色を真似したって感じ。めっちゃいい。はい。でも最高。ゆえちゃん多分マッシュスチールではい。固定に挑戦してからの2代目のシングル。あ、そうです。で、これはフリー。うん。今回はフリーではい。 650B ですね。です。ん 650B は初めて。これスチールと比べてなんか違いって言える？でも全然違くて。まあまあまあそれはね。もうなんか、うん本当に何も考えずに楽しくゆっくり乗るみたいな、ゆっくりみたいな、うん。確かになんかあんまいい意味で急ごうとしないかそうです。なんかサイクリングとか、本当東京の街走るのにはぴったりの自転車だなっていう。ゆうちゃんが観光スポットのトイレ回るこれだこれ回るリール動画があるからみんな見てください。17箇所1日で回りました。そう何キロぐらいなんそれ全部やったら？何キロだろ全然自転車で行ける範囲だった。う。確かに。自転車ででもなんこれ全部か回った全部回りました。でえも全部渋谷区内であ、そっか。そうか言ってもそうか。そうなんですよ。だから多分全部サクッと回れば2時間もかからないかなって気がします。全然シングルでも大丈夫。シングルでも大丈夫です。まあ自転車で遊ぶのにちょうどいいねそれ。はい。そうですね。確かに。はい。車でやるもんだから。本当歩きでもきついし、本当自転車にぴったりな遊びだなって。そんなタイのなんかお気に入りポイントとかあります？でも結構全部このなんかすごい溺愛してるよね、なんか最近。大好きです。いやなんか楽すぎて本当にこのポジションが高いんですよまず。うん。なんか乗ってるといい意味でママチャリみたいな感じの高さで乗れて、だから本当に通勤はもうこれになってて最近。通勤もちょっとしたお出かけとかも。ハンドルもこれ金子さんの。そうです。猫さんバイクやね。随所に金子さんっぽさが。パーツ選びは金子さんと一緒にやったって感じです。はい。そのマッシュも楽しいし、こっちはこっちで本当に今はこっちの気分っていう感じだけど、いいな。可愛い。これクラストのリムがいいですね。あ、そう。確かに色もいい色ですよね。これね、実はシルバーじゃないからね。ハードアナダイズド。HA カラーなんで。となんかポイントはこのミンミンの深大寺フリマに出してたサドル、これをダサくていい。でこれにシルバーが入ってて、それとこのマウンテングリップのクリアなグリップが。クリアとこれも再入荷した確かにばっかりの復刻ですよね。復刻とこのクリアのペダルをちょっとなんか
色合わせしましめちた。ゃくちゃ色気をつけてるね。久々に見たわクリアのペダル。改めて。なんかおもちゃっぽさっていうか、うんいい意味でチープさっていうか。ありがとうございます。はいはい、ありがとうごお邪ざいます。魔しました。おはようございます。はい、お久しぶりたくまです今日は何乗ってきたんだろ今日はアフィニティのロープロに乗ってきました。ボロボロやね。もうだいぶ乗り込みすぎてますね。こんな感じです。たくまくんです。はい、たくまです。何を普段はしてくれてますか。普段グローバルチームで海外のお客様向けに商品出荷したりとか、あとは個別でカスタムホイールの対応とかやらせてもらったりします。ありがとうございます。はいそんなたくまくんの自転車はこれは何ですか。アフィニティのロープロですね。これもうだいぶ昔のやつだよね。そうですね。もう6年ぐらい前に知人が乗ってたものを譲ってもらったんですけど、おそらく多分2010年前後とかそこら辺のモデルなんじゃないかなと思います。う。ロゴもね、ね、旧ロゴそうでリアブレーキ穴ないもんね。そうなんですよ。なんで本当に最初ののロットだと思いますね。なんか同じロゴデザインのやつでも後ろに穴開いてるやつとかもあったりする。そうですね。あ、俺逆にそれ知らなかったわ。あ、そうなんです。友達が本当同じやつ乗ってるんですけど、そっちの方はブレーキ穴が開いてたんで、なんか多分ちょっと違いがあったりするっぽいんですよ。 1インチだしね。そうですね。悪魔も結構激しく乗る方やけどね、こんだけ長いこと乗っててもいけるの。そうですね。全然今のところペコができたりとかもなく、全然普通に乗れてますね。かっこいい。ありがとうございます。そんだけ長く乗ってるとね、いろいろあるかもしれないけど、なんかここがやっぱ今好きなんですよねみたいな、気に入ってるんだよねみたいなとこある。パーツとかですか？なんでもいいよ。なんですかね。でもクランクはこれ僕前も1台ロープロ持ってたんですけど、それ組んだ時に新品で買って、それからもう多分8年ぐらい使ってるやつなんですけど、新品からずっと自分で使って、もう分かんなくなってるでしょけど、この感じになってるのが7号でしょこれ。そうです、7号ですね。なんかずっと自分でこれ使ってここまで育ったんだなって思うとちょっとなんか感慨深いなって思うんで、お気に入りポイントここですね。やっぱりそういう競輪パーツとかもそうだけど、長く使えるのがいいよね。そうですね。ハブとかもちょっと前に変えてフィルの、俺も思った。なんかホイールだけなんか妙に綺麗だなと思って。そうなんですよ。ちょっと前にフィルのホイールに変えたんですけど、走り心地とかも全然違くて、すごい感動したのがめちゃくちゃ印象的でしたね。最初なんだこれ全然回転違うなみたいな。なんでこれもガシガシ使っていきたいですけど、ね、まだかっこいいわ。小切れなんで。じゃあ折るまで乗って。そうですね。そこまで行きたいです。フォークもどのタイミングで変えてるん？フォーク変えたのは多分 2,3 年ぐらい前で、上馬の三味さんに三味線のやつ使だったいのがありますよねって言っておねだりして譲ってもらいました。なんでこれにしたかったん？これやっぱりもう見た目がまず憧れがすごいあったんですよね。結構アメリカとかのかっこいいピストンってみんなワウンドアップ入れてたりするんで、それに影響されてっていうのが大きいです。でも乗り心地とかもやっぱ全然違って、多分純正のフォークがそこそこ重量あるんですけど、ワウンドアップめちゃくちゃ軽くて、でこれも本当入れた瞬間に全然ハンドリング軽くなったなと思って、なんか乗り心地すごいヒラヒラしてるんですけど、なんかそのヒラヒラ感が軽くなったことでより強化されたなっていう感じがあって、これも結構カスタムした時すごい感動しましたね。いいね。なんかちょっとずつアップデートされてってのがいいね。そうですね。なんで今もうかなり理想形に近づいたかなっていうところではありますね。かっこいいわ。ありがとうございます。なんか懐かしい。なんかゲータースキンとランドナーのね、向き逆さまで入ってる。そうですなんか逆にするのがなんか気持ち持つらしいですね。ね、真偽不明ですけど。本当かやって思うけど。いや本当です。あとやっぱなんか向き逆の方が気持ちいいって人いるよね。なんかそうですね。正直でもあんまり分かんない。俺でもね、あんま分かんないですよね。たくまくんでした。ありがとうございます。改めて自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ホールセール担当ですね。はい、たまちゃんです。たまです。吉川さんです。吉川ことたまです。よろしくお願いします。お願いします。で、多分あれ今日出てもらった中では多分一番直近仲間になってもらった方ですかね。そうです。まだルーキーです。
改めてよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんな今日はじゃあすみません。吉川さんの自転車を僕の自転車をいじってもらって、はい、ありがとうございます。何ですか？これはリーベンデールさんの、クレームスミスジュニアですね。いいですね。いいですね。なんかここが特に好きだよみたいなポイントあったりします？いや実はこれ今作ってるモデルとちょっと形違うんですよね。そうですね。ホイーそうなんですよねルサイズも違いますし。そうなんです。これ26インチのちっちゃいタイヤが履けるちっちゃいフレーム、そこが一番の僕みたいな身長低い男子でも乗れる、はい、これいいな。26のリベンデル欲しいですね。いいですよね。なんかこじんまりとキュッとなってて、これはやっぱハウス・オブ・ループ・テイルを履きたい。あれかっこいい、おサインももらって。サインいただきました。ビル君ですね。そうなんです。遊びに来ていただいた時にガチャガチャと作りたくなっちゃうんですよね。あ、そうこれ最近ケルトグリップ。即興、これ自分でやったんですか？いや、やってもらいました。やりまやっした。てもらいました。あ、ウエンツ君さん。はい。いいですよね。このぐらいちょっと雑なのが今は好みですね。帰り道こうあったかいんですよね。そう、フェルトはこれちょっと皆さんね、あったかいんですよね。触ってみてほしいんですけどね、ちょっとあったかいのがめっちゃおもろいんですよ。これでじゃあもうほぼ通勤そうです。通勤もしたし、はい前にラックつけてキャンプライドもしたし、こんだけちっちゃいチャリンコなんで、軽自動車乗ってるんですけど、はい、乗りますよね。前さえ外しちゃえば。はい。なんでもう全国各地いろんなところに連れてって遊んできた自転これもこういう小技がいいですね。車。そうなんです。手先でねすぐいじれるように。そうなんです。なんか気になっちゃうポジションがね、こうちょっと微調整ができたり、工具はちゃんと結局入ってる。使ってそう。チューブも気づいたら2本持ってる時あるし。そうなんです。そうこうやってねマスキングで書いとくと分かりやすいんで、皆さん参考にしてみてください。絶対やった方がいいです。お家でね、どれだってなっちゃうんですよね。ではたまちゃんでしはい。たまちゃんです。ありがとうございました。お願いします。た。慣れねえな。近くにそう、静岡サイクルのすぐこれ近く。あれなんですよ、キャップなんですよ。本当だ。ラカブラ間違いして間違えちゃった。そうラカブラ間違い。ラカブラ2台もいるんですね。そう、ラカブラ人気なんですよね。改めてはい自己紹介お願いします。神大寺倉庫に勤務してますパインと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段は何をしてくれてますか？普段はこういった仕入れ関係、入荷関係とあとデリバリーで各店回らせてもらってます。じゃあまたこのパインさんもさっきの根本君と一緒にですね、店頭で見かけた際ははい、声かけていただければお願いします。お願いします。お願いします。じゃあそんなパインさんが乗るこの自転車は何ですか？はい、ブラックマウンテンサイクルズのラカブラです。ラカブラです。ありがとうございます。これは1個前の。あ、そうです。V1 になるので、今サイズが多分15しか残ってないロットです。いいですね。かっこいいわ。29インチ。29インチです。これあれ最初から29インチでしたっけ？最初からです。もうウエンツさんに教わりながら組ませてもらいました。なんか気に入ってるポイントとかあります？出るポイントは最近サドルを入荷があったんで、この SDG のサドルにしました。結構もちもちしてて乗り心地が良くてお気に入りです。かっこいい。ちょっとそのダサい感じがいいですね。そうですね。ちょっといなたい感じが好きで。ゆえちゃんもサドルダサくする。そうだ、ゆえちゃんのサドルもダサかった。ダサくするのが流黒の行ってます。サドル多分同じやつ、うんマッシュかクロスチェックかなんかについてて、うんあれ見ていいなと思って色違いのこれが最近入荷してきたので。これってシンプルに通勤のために買ったって感じなんですか？もともと僕クロスチェック乗ってたんですけど、なんか遊びに振り切った自転車もこう組んでみたいなと思ってマウンテンバイクとかツーリングとか、はい、もう組んだ翌日にウエンツさんにやってもらってみんなでめちゃくちゃ暑い中大汗かいてすごい楽しかったです。また行きましょう。行きましょう、ぜひ。ちょっと今寒いから。そうですね。でもちょっやばいわとあと1ヶ月2ヶ月したら
暖かくなってくる半んで。年ぐらい俺6日自転車乗ってあ、る。本当ですか。絶対行きましょう。また。やばい。でも冬の自転車も良くない、汗かかんくて。いいやそうなんですけど、もう一歩出るまでがね。朝だけしんどいかそうら、ね、ちょっと家から出られなくなっちゃう。出てしまえばもうそうなんですよ。楽しいんやけなんかポイントとかあったりします？そのポイントはお気に入りポイントというか、このクランクアームつけるのにすごいウエンツさんと相談しながらうん組んだ記憶があって、 BB の軸長がね、そうです。ギリギリでなんとかついたホイットをつけたくてね。はい、もう意地で相談してつけさせてもらいました。でチェーンリングも最初ブラックが良かったんですけど、多分組んだ時シルバーしかなかったんですけど、うんなんか今となっては逆にこうシルバーパーツもところどころあってすごいお気に入りです。でもしょっちゅうハンドルとかも変えてますもんね。なんか一そうですね周、こない俺の記憶では前回フラットバーだった。あ、そうですそうです。でこれちょっとサンバさんからいただいたハンドルで、前ハンドルオールロードオーバープラスの 480mm のやつ使ってたんですけど、ちょっと幅広いの使ってみたいなと思って、これダートドロップバーで520mm、うん。結構しっくりきててお気に入りです。フラットも使ってた。はい、フラットは使って伊豆大島とかもライド行って、ですぐまたドロップが恋しくなって変えたんですけど。あ、じゃあドロップフラットドロップってこと？そうです。あ、それどういう気持ちの変化なの？サンバさんが組んでるラカブラのバイクカタログ持ってるハンドルみたいなのもそうですし、あとボーンシェーカーのジェイクさんの自転車見てめちゃくちゃかっこいいなと思って、ちょっと組んでみたいなと思って組んで大島行って長距離乗ったらやっぱちょっとドロップ乗りたいなと思ってで今は通勤もこのハンドルで。やっぱある程度距離乗るならドロップの方が楽だったみたいな感じ。ポジションが何箇所こう手置けるとこあるので、あと前傾姿勢にもなるので、こうスピードも出しやすいというか走りやすいかなっていうイメージです。じゃあそれこそ次山行くときはじゃあまたフラットバーに。最近バーノン入ってきたじゃないですか。ああ、確かに。なんでちょっとそれもつけてみたいなってあります。じゃあそうしましょう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。断絶が。おはようございます。おはようございます。改めて自己紹介をお願いします。ブルーラグオンラインストアの、ウェブ裏方で担当しておりますシステムを担当してますヤムと申します。ヤムくんです。サイバー自由人ですからね。じゃあそのヤムくんが、乗ってる自転車を改めてご紹介お願いします。はい、こちらはクラストのスケープボートですね。ロットとしてはスケープボットの2代目ですか、の方を今野さんに塗ってもらってね、これ見てほしいですよね。めっちゃすごいから、ペイントマジで。しかもここにね、サインが入ってる。これはつい先日チーチとマットにサインお願いします。後でじゃあパークリで消しておきます。もうこの白の感じもすごい合ってね、合ってるな。ここもね、普通のロゴじゃないもんね。かっこいいんですよね。これどうやってすっごい手間かかってる。めっちゃすごいじゃん。すごいですよね。かっこいいですよね。本当に。これもお任せ、色はなんか指定したん？そうですね。イメージで言うとカート・コバーンが使っていたエフェクタースモールクローンっていうのがありまして、サブちゃん頑張って出してください。そのイメージで後で画像を送ってください。はい、お送りします。全然イメージ全然ピンカポン。全然わかんなかった。まあちょっと紫が欲しいなと思ったんで、いろいろリファレンス探していったらこれかなっていうので今野さんに示して、でここの部分は模様の部分は完全に今野さんの単色じゃなくてこのそうですね。なんて言ったらいいかわからんけど、わかんない。この色にしたのはアドリブね。これどういう通勤でずっと乗ってるの？これはどういう目的の自転車でしょうか？これは言ったってく通れ。勤ではまだそこまでは乗っていなくてですね、基本的には山に行って遊ぶよってことで。これいいね。ランウェルさん。山にも乗りに行ってるってことじゃん。そうですね。どうでしたか？乗り味というか乗ってみた
山へ持っていった感想は？もう全然もうぐいぐい進んでいける感じで、タイヤ違うタイヤで山行ったんですけど、そう当時は26プラスだったんですよね最初。今は29にしていて、これはツーリングもちょっと意識した。これ29なのか、俺275だと思ってた。そうなんですよ、29相当余裕あるね。はい、また10月ぐらいに大島に行ったんですよね、深大寺メンバーで、それに際して26プラスから299にいて、漕ぎ味よくしようかな。やっぱホイールサイズ26プラスから29まで選べるのも嬉しいポイントですよね。本当にそうですね、サイズは一番下の S なんですけど、26も29もどっちもこう飲み込めるスペシャルバイク。ハンドルもね、また山行きましょう。また行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなんでウエンツ君もお願いします。ウエンツ君は普段何やってるんですか？ウエンツは普段そうですね、国内のオンラインストアのお客様のお問い合わせ答えたり、あとは遠隔で自転車組ませてもらったり、あとは最近オンラインストアに商品をアップしたり、あとはたまに写真も練習中という感じです。週末は店舗も行ってるもんね。そうだ、週末は日曜日はだいたい上馬店にいるので、だいぶオールラウンダーでだいぶいろんなことをやらせてもらってますね。で、自転車はこれ何ですか？これはクラストバイクのロマンスイズネットですね。これちゃんと見せるの初めてぐらい？これちゃんと出すのは初めてかもしれないですね。でまだプロトタイプ的扱いでいいよねと思います、ね。まだ僕もあんまりよく分かってないんですけど一応それこそこの間マットとチーチ来てくれた時に聞いたら、ロマンサーの、ラグがないバージョンなんだよっていう、このティグのシンプルな溶接で、マット曰くその極力シンプルな普段選ばないんだけどフレームカラーも今回は黒にしたよっていう、ね、クラストにしては抑えめな配色というか、なんか本当スローピングなんですけどジオメトリーとかは本当にロマンサーを参考にだと思ってもらえればいいっておっしゃってたんで、なるほどそういう感じなんだなっていう、非常になんか個人的にはちょっとなんか軽くて速いで、いい意味で本当に癖のない、クラストには珍しく癖のない自転車だなという印象ですね。クランクもこれ非常に気に入っております、このクランクが使いたくて結局ダブルで組んだみたいなところがありますね。クランクから生えたオーストラリア行った時もフレームだけポンってあって持ってましたね。もう出していいんだなって感じなんですけど、まだちょっといつ頃俺も分かんないです。これもなんか去年かな、どっかタイミングで日本送ってくれて、ちょっとこれが多分一番ちっちゃいサイズなんですけど、なんかこのサイズがきちんと自転車として組めるかどうか、なんか問題がないかどうかをちょっと確認してほしいっていうので送ってもらったって感じですね。でそれで問題がなければ製品として作り始めるからちょっと確認してくれっていうことで送ってもらったって感じです。でもね、設計自体はロマンサーというか、大丈夫なんでしょうね。なので多分 27.5 インチのマーズなんで 2.3 ぐらいがマックスなのかなっていう。だからあれですね、少しそのラグとかを排除することで若干価格とかも抑えれるんじゃないかなみたいなことは言ってましたけど、ちょっとどうなるか分かんない、どうなるか分かんない。ちょっとこれはまだ先になりそうなんで、何もまだ分かってないんで申し訳ないんですけど、ちょっとそのテストっていうほどのことは全然してないんですけど、もう含めて乗らせてもらってるっていうものになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。